アルティメイトサクリファイスについてですよね。ガルネリウスの史上最高傑作と毎回ですねアルバムを出すごとに史上最高傑作っていうふうには言ってはいるんですけれども、そういう最高傑作を毎回更新し続けることができるというのは本当にバンドにとってすごくね、それを感じることができるだけでも有益なことであると思うしね。今作に関してはすごくいろいろ新規なことがあったなと思うんですよね。例えば純一さんが脱退してフミヤが入ってっていう心機一転それから僕のギターもそうですよね。クライング V とかクライングスターとかそういう変形ギターを常に弾いてきたところからシュナッパーというかかなりスタンダードな形のギターに変わったっていうところとか、そういうですね、あとバップからワーナーに移籍があったとかそういう心機一転な出来事が非常にたくさんあってですね、もう本当今作にかける意気込みっていうか、そういう燃え上がる闘志というかですね、武将のような気持ちというかね、そういう気持ちは本当並々ならぬものといいますかね、フミヤが入ってでガルネリウスは新しい形になったけどもどういうバンドになるんだろうっていう皆さん不安もあっただろうし、そして自分たちもやっぱもちろん同じように不安もあったし、これからどうなるんだろうとか、本当にいい音を作れるんだろうかとか、フミヤの個性と僕たちの4人の個性が合うのだろうかとか、そういうことも非常にどうやって合わせ込んでいったらいいのかっていう部分はですね、非常に綿密に緻密にプロデューサーと共にですね音作りに励んでいったというような感じがありますね。もう本当まずアルバム制作でですね大事なことといえばやっぱ音作りそれから曲の構成であったりとかですね、それから各トラックのその流れ方とかね、そういう話の流れ方と特にコンセプトアルバムっていうところもあるんで、非常にそういうところを大事に考えていかないといけないのかなといつも以上にですね思ってやってましたね。そしてですね、先ほども言ったんですけど、ギターが新しくなったというところでですね、クライングスターそれからクライング V っていうのは見ての通り変形ギターでですね、持った感じの感触とかは本当に変形ギターっていう感じのギターなんですけど、でそこからですね非常に伝統を重んじた形といいますか、スタンダードな形といいますか、そういう形のシュナッパー君っていうねギターを手に入れましてですね、その音が本当に良かったわけでですね、これを弾きこなさないわけにはいかないということでですね、本当アルバムのクオリティにももちろん左右する大事ななんていうかものなんで、本当いい音でアルバムを作りたいっていう気持ちを100% 燃え上がらせる本当に素晴らしいギターに出会ったなと思ってます。で弾きこなすのには本当に時間がかかっていますまだもうちょっといけんじゃねえかなっていうふうに思ってますね。でそれからこれからもずっとシュナッパー君を弾いていこうと思ってるし、もちろんクライングスターもクライング V も弾くんだけどもね、自分の中での挑戦する心っていうか、そのギターキッズ的な心というものが今もうめちゃめちゃ燃え上がってて今10代で一生懸命練習してるようなギタリストの子たちと全く変わらないような気持ちで毎日やってますね。で今年は特に動画をいろいろ上げていきたいなとかで、そういうのも考えていったりとかすごくしてるし、実際ちょっとやり始めてるところもあるしね、もっともっと知ってもらいたい。もうガルネリスをもちろんそうなんだけどギタリストシューっていうものももっともっとできるんじゃないかって自分の中で思ってるところがあるので、そういうところももっともっと頑張っていきたいなと思ってます。はい。で次作はもう少し時間をいただくかもしれないですけどね、それに向けてですねとにかく努力を怠らずいいネタを作ってみんなに驚いてもらいつつ感動してもらいつつギターにもすごくわーみたいな
なんていうかインスピレーションを与えられるようなね、そんなこう音を届けられたらなと日々思いながらですね、もう毎日日々って同じやけどね、はい努力しております。こうほぼ半年、この半年の間俺は何をしてたかなとね、考えてたんですけどリリースをして、それからツアーを回って、でいろいろちょっとイベントも出させていただいてね、リリースからすぐはですね、ジュピターさんのイベントがねこう10月9日にあったりとかですね、でそこから本ちゃんのねアルティメットサクリファイスの、ツアーが全国ツアーがねあって、でそれからつい最近にはねこうフィア&ローディングインラスベガスさんねのイベントにこう出させていただいたりとか、イベントといいますか、そのワンマンライブのゲストアクトっていうことですね、出させていただいたりとか、もう非常にこう、刺激が多いね感じで、こうライブをこうたくさん行ってきたみたいな感じが強いですけど、とにかくですねこう、プロデューサーと共にこう一生懸命作った音がこうワーナーミュージックから出て、でメタルファンの方々にこう聴いていただいて、でそういう方々がですねこう会場に足を運んでくださってですね、一緒にこう楽しむという図はですね、やっぱこう自分の中で人生そのものな感じがありましてですねでこうそういう場でギターをねこう弾くっていうことが本当にこう、自分の中で全てですよね。でそれをこうちゃんとこうなんか素晴らしい形でですねこう毎回皆さんにお届けすることができることっていうのが本当に一番大事な、使命だと思ってますね。でそんな中でですねこうアルバムのその内容はですね、やっぱりツアーを回ってみて思いましたけど、めっちゃ技術的に難しかったです。シュナッパー君になって、そのギターに慣れきってないっていうところもやっぱあるんですけど、そういう部分も加味したところで多分クライング V クライングスターでもものすごい苦労しただろうなっていうようなアルバムですね。まずは技術的に非常に難しい。でそのライブをするってなった場合はそれ以前の段階でその技術的には確実に完璧に弾けてないといけないんですよね。それで完璧に弾けて0点なわけですよ。でそこから何かしこう自分の感情であったりとか、何かいろいろなことがですねこうプラスアルファでこうライブで行われていけば、自分の中でポイントが上がっていくみたいないう感じでいつも望んでるんですけど、もうねまず弾きこなすところがみたいな非常に難しかったけど、本当こうねそういうチャレンジングなね曲がいっぱいあって、こうそこから表現ができた時の喜びっていうのは本当にこう計り知れないものがあったしね、こうファイナルの豊洲に向かってこうね、全部こうやってきたわけですけど、本当こう凄まじく大断言を迎えることができたなと、自分の中では本当思っていつつですね、まだまだできるなって思った自分の中の課題的な部分とか、そういう部分もこういろいろ発見できてね、さっきも言いましたけどこう2月のねこうラスベガスさんのこのライブのゲストアクトで弾かせてもらった時はですね、その、豊洲までの経験を生かしてもっとこうやったらいいんじゃねえかみたいな感じで考えてこう弾いたら、よりこうなんか自分の心をこう入れたライブができたんじゃないかなっていうふうに思うしね、今年は本当になんか去年は自分の中では本当精進とかなんか試練とかこういろいろ自分の中でこう2文字ね作ってなんかやってて、そういう年だったなと思うんですけども、ただ今年はこうそれを乗り越えたなんかこうね楽しめる年になったらいいな、楽しめる、それからこうより表現者としてこうワンステップ上に行けるようなことをどんどんやっていきたいなと思ってますね。はい。本当になんか技術的に難しいけど、やっぱ練習をすればきっと何がし人間はねできると思うんですよ、こう技術的な部分っていうのはね。でそこからこう表現をするこう音楽家としてのですねなんかそのレベルを問われる凄まじいアルバムだったんじゃないかなと自分の中では思ってます。今作のツアーっていうのはねこう本当こうさっきもちょっと言ったことではありますけども、こう技術的に非常に難しいというところでこう
家で練習、それからリハーサルの現場で練習をするっていう作業が本当今までのツアーのリハーサルの中で一番多かったんじゃないかなと思えるような感じでしたね。シュナッパー君を非常に好きで愛してて、本当パーンって鳴らしたらすごく好きな音が鳴る。でこれをいい演奏でもってもっともっと泣かせていってあげたいっていう、そういう気持ちがすっごく強くあってね。でその楽器の鳴り、それからねフミヤ、タカさん、ユウキさん、小野さんねのその各メンバーの音が、声がね混ざって、本当に2017年型のガルネリウスっていう最高峰をですね出していこうっていう、本当みんな死に物狂いっていうかね、そういう感じのリハーサルの現場が非常にありましたね。で何と言いますか、コンセプトアルバムでアンダー・ザ・フォース・オブ・カレッジでもやったことではあるんですけど、それの続きということでアルバムを全てね最初から最後まで通してやる一部っていうのと、それからベスト的な選曲の2部っていう形でライブを行ったわけなんですけど、その一部はMC を挟んでしまうとどうしてもちょっとアルバムの世界観が崩れてしまうとか、そういう部分で MC はなしっていうことでね前の作品からの流れでもあるんですけどね、そういう形でやらせてもらったりとかですね、そういう部分でですね、緊張するわと、ものすごい緊張するわよとね、何回も言うけど難しいんですよ、弾くのがめっちゃ難しかった。もう明らかにキャパシティオーバーってこういうこと言うんやなと思った。技術的にね、もうほんと辛い、技術的に辛いことをなんでこんなんしなあかんねんお母ちゃんって思う時も結構あったね。すごく孤独感に襲われてステージ上で一生懸命やってんだけども、あかんって思ってしまった時ももう正直ありました。あって、お母ちゃんって思う時もあったんですけど、でもねそういうのを乗り越えてねやっぱりいいものをお客さんに届けないといけないじゃないですかね。そういう部分でとにかくホテルでも練習、どんな時でも飯食ったら練習、もう寝て起きたら練習みたいな、もうタバコ吸ったら練習、アイコスですけどね。そういうもう寝ても覚めても練習みたいなねいうところでしたね。本当そこら辺が苦労した点だったかなと。不安点としては特に自分的にはメンバーをもう 100% 信頼してるし、でフミヤはねまだ一緒にやって2年ぐらいですけど、ガルネリウスとしてね今までやってきたことを踏まえてやっていけばいいっていうその自信っていうのはもちろんありましたけど、個人的な不安っていうかね、その苦労ですよねが非常に多いツアーだったなとは思います。こうやってですねブルーレイがね、そして DVD がリリースされるっていうところでですね自分たちを傍から見るっていうね、でそういうことができる結構稀なねシーンなんですけど、本当ねガルネリウスをやっててすごく調子がいいライブができた時とか、そういう時本当よく自分たちで楽屋とかで言ったりとかしてるんですけど、これ外から見たらどんな感じなんだろうねって、ゆきさんとね言ったりとか、ね、することが結構多くて、でそういうのができるとああみたいな、自分たちが思ってるよりもすごいものを感じたり、逆にこんな感じなんだって思うところもあったりとか、ね、そういういろんな自分たちの表情が見て取れるなと思いますね。まずメンバーの新しいメンバーのフミヤをはじめですね小野さんね、タカさん、ユウキさんね、それから自分のね表情何を伝えようとしてるのかっていう部分を本人が見ると頑張ってんなってすっげえ思いますね。でそれがちょっとでも多くの方にね伝わるように編集をしていくわけなんですけどね、そこら辺はプロデューサーに丸投げな感じでね、やらせていただいておりますが、結構ね自分の顔を見るのがですね恥ずかしいというか、であと自分のなんちゅうの自分が自分を見た時の感想よりも
プロデューサーが見た時の感想の方がなんかこうきっと見た人に近いんじゃないかっていうところもちょっとあったりするし、ね、こう自分がっていうこうなってしまうところもきっとゆくゆく出てきてしまうところもあると思うんで、それってなんかあんまり平等じゃないなというところでね、ちょっとなんか音源のこう作る時と違う気持ちがありますこうね、自分にええように言うてますけどね、なんですけどね、本当こうなんかそういう部分でこういい表情だなっていうところでこうプロデューサーがつまんでくれたところ、ね、あと僕的にここを見てほしいっていうところはですね、本当こうトータルですよね。お客さんとの一体感であったりとか、もうなんせですね、こうおいおいと言ってくれたりとか、一緒に歌ってくれたりとかしたところはですね、ちゃんとマイクで拾ってますんでですね、こうそういう部分はもうがっつりこうフェーダーを上げていただいてる感じなんでね、そこら辺はこうお客さんもこうね見てくれた方もですね、本当こう目立つような作品になってるんだろうなって思うし、それから豊洲に限って言えばですね、こうモニターでこう映像を流しながらする箇所が非常に多かったわけなんですけど、そのねこう俳優が一生懸命やってくれたとその演技がですねこう音楽と合わさって、なんか本当僕はね前々からこう言ってますけど、こう映画が非常に好きでですね、こうなんか映画音楽のようなこうメタルミュージックを作りたいという、本当こう昔からこうなんかメロディーが鳴ったら同時にちょっとなんか風景が出てくるというか、そういう部分がこうあったのをこう今本当この2作でこう具現化することができているっていうこの恵まれた環境ね、これをもっともっといろんな人に見てもらって、で次やる時はもっとなんかすごいことがしたいなって思うような、もうゆくゆくね、もう言うだけ言いますけど映画作りたいぐらいの気持ちですね。なんかバックミュージックが全てこうメタルミュージックで僕たちの作るような音楽でなんか話が進んでいくような、そんな映画があったらそんなええことあらへんわと思うしね、なんか本当そういう夢に向かってこれからもこうやっていきたいなと思うような感じではありましたね。本当こう見どころといえばこうキリがないんですけど、豊洲は特に良かったなと思うのはこうフミヤのドラミングかなと僕は思っております。もう本当ツアーをねたくさん回ってからの豊洲だったし、でこうねお客さんにこう受け入れていただいて、もう少しね前よりもさらにこう自信がついたフミヤの姿がこう見れるんじゃないかなと思ってます。ドラムソロとか見ててもすごくその時ねこうリアルタイムで僕も横から見てましたけど、すごくこうリラックスして楽しんで叩いてたし、なんかもう本当あの日はこう非常にいいドラムを叩いてたなと思いますね。僕も本当ねこう顔を見てるとそんなくしゃくしゃに顔せんでもええのにっていうぐらいうおーみたいな、こんな感じかみたいな、俺もおっさんになってきたなと思いますけどもですね、こうなんかそういう、僕のことを言うんであればですね、こうちょっと顔面見て言いたいことを一応汲み取っていただければなと思っております。ツアー中はですねこういろんなことが起こるわけでですね、なんかやっぱりこうさっきもね何回も言ってますけどね、練習楽屋入ってすぐ練習ね、飯食ってすぐ練習で、なんやちょっと時間あったら筋トレとか、なんかそういう生活をこうメンバーはしてるわけでですね、こう本当にね遊びほうけてる時間なんかもう1ミリもない感じで、ホテルの部屋に帰って練習するでしょ、でなんか食うでしょ、でもちろんだからツアー中って結構美味しいもんもいろいろこうねご当地であるわけじゃないですか。で、そういうものを食べに行く時も稀にはありましたけど、なかなかこう僕たちは本当こう演奏したいとか練習したいっていう気持ちが人一倍強い人間の集まりなんで、とにかく部屋に帰って一人で何かこうしたいというような感じだったんですね今回もね。でそういうところでですねこうなんかどこにいてもなんか同じっていうかね、こうなんか変なね語弊があるかもしれないですけど、こうどういう現場に行ってもやってることはもう常に同じだったと。でこうご当地のなんか美味しいものをたまに食べさせていただいてですね、そんな感じでしたね。こうなんかなので一つも面白いことはないかもしれない
だけどなんかねこう面白いことっていうこととはちょっと違うんですけど、こう僕はツイッターとかでもちょろっと言ってたことではあるんですが、そのまあ大阪公演とかまあその他まあいろいろもちろんあったんですけど、特にっていう話で、そのなんか楽屋にこうライブが終わって、大阪のライブね、で大阪のライブが終わって楽屋に帰ってきた時に、そのまあ小野さんがですね、なんか「シロ君今日はちょっとなんか最後らへんなんかうまく歌えなくてごめんね」とかって言ってきたら「いやいやいやちゃんと歌えてましたよ、めっちゃ良かったじゃないですか、めっちゃエモかったっすよ」とか言ってたら「まあそのエモかったなんだけど」みたいな、こうなんかいろいろ自分のこう経験したこう悲しいことがフィードバックしてきて、こう「アルティメイト・サクリファイス」っていうトラックの時にこう思わず込み上げてしまって歌が歌えなかったんだよって言ってくれたんですよね。なんかね、100万枚売った人にそうやって言ってもらえると非常に嬉しいなとね、その時すっげえ喜びましたね。なんか本当ね、音楽やっててよかったなみたいなこう思いますよね。こうメンバーにそうやってこうね、自分がね作詞作曲してね、こう小野さんに歌ってもらってる曲じゃないですか、その曲に関して言うとね。でまあそんな曲でその僕のこう思い描いてたことがですね、こうなんかちょっとでも伝わってくれると、本当にこうまあ、その瞬間音楽やっててよかったねって一番思える瞬間だなって思ったし、でそれを伝えたいんだよって、でしかもそのバンドの顔であるボーカリストがそれを感じてそれを歌ってお客さんに届けてくれたという、こんなええことないわっていうふうに思いますね。こうどの現場でもその感情は込み上げてはいたけど、なんかでも大阪はよりなんかそういうものが強く込み上げたようです、どうやら。ねでこう豊洲でもね、僕はもうなんか最後こう、まあ、胸が痛くなるぐらいこうなんか締め付けられる感じがあってね、手前味噌ですけど感動しちゃったねもうほんとそんな感じね。あとはねやっぱこうツアー中はこうとにかくもうコンビニのご飯でも何でもいいからもう食べまくれと、食べまくって練習しまくってね、何も面白いことはなかった個人的には。だけどライブで全て楽しんできました。そんな感じですね。今後のガルネリウスのですね、まあ、活動についてですけども、こうまあ2018年はですね、このブルーレイと DVD のまあリリースがあって、でそこからですねこうツアーを回らせていただいてですね、まあその後に関してはですね、こう非常にこういろいろこう面白いことは考えてはいますが未定でございます。現時点では未定でございます。なんですが、そのもちろんですねこうゆくゆくはこう作品を出していくっていうところももちろんあるしね、こうなんか面白いイベントできたらなーって考えてる部分もあるしですね、あとまあ週的にはですね、まあ個人的な活動もなんかできたらなっていうふうに思ってるしですね、こうまあどんだけ自分こう脳みそと体あったらええねんっていうぐらいの感じでこう活動していこうと思ってますんでですね、こうなんかもう僕を見てそして聞いてくれた人がですね本当驚いてこいつ面白いことすんなみたいなことでこうなんかね聞いてもらったら本当に僕はそれ以上幸せなことはないのでですね、もうそう思ってもらえるようにですね日々何か面白いことないかなっていうふうに考えていきたいと思ってます。なんかね気づいたらギター練習しちゃってるからそこだけにとらわれないようにしないといけないなと思いますよね。それからですねやっぱその、まあ、ガルネリウスっていうメタルバンドはすごくなんかまあ恵まれたバンドといいますか、こうメンバーね、それからプロデューサー、それからディレクターもいろんな関係者にすごく恵まれてると思うし、なんかすごく幸せな環境でできてるなと思ってるんですね。でまあでもただそういう現場でできるメンバーね、それから音楽性っていうところはですねやっぱいいものでないと周りもついてきてくれない、自分自身がすごくいいものを持ってないと周りも動いてくれないっていうふうに非常に思ってるところがありましてですね、まあ、そういうところは、まあ、根底に自信を持ってですねこれからもやっていきたいなと思ってますね。あとはまあ、この日本のメタルシーンっていう、まあ、ちょっと大きな言い方をするとちょっとやっぱりまだもうさらに盛り上がるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。まあ本当こうメタルシーンというものがこう日本国内でまあこれぐらいの大きさだとしたら僕はもうこれぐらいのもう
超でかい存在にできると思うんですね。それにはガルネリウスだけじゃなくってですね、こうもっと才能のあるこうバンドがですねいっぱい出てきて、でそのなんかこうつばぜり合いをし合ってですね、こうまあ言うたらいい意味で戦いをしていって、俺の方がすごい俺の方がすごい俺の方がすごいこっちもすごいあっちもすごいってなったら、もう勝手にこう大きなシーンになっていくと思うんですね。だからまあそのガルネリウスだけの力じゃなくって、こう周りの素晴らしい仲間と共にこう僕はなんか音楽をやっていけたらなと、メタルの音楽をやっていけたらなと思ってますね。なのでこうなんか後輩たち頑張ってくれみたいなみたいなところがありつつですね、まあ先輩にもね敬意を払いつつね、これからも頑張っていきたいなと思います。まあ願わくばですね、こうシーンがもっともっと大きくなることを祈っております。2018年になってから、まあ、正月を迎えて、そのなんか任天堂スイッチとかね、そういうゲームをですねこう手に入れましてですね、マリオ系を買ってですねこうやってたんですけど、これなんか難しいですよね。もうなんか昔ねこうスーパーファミコンとかなんじゃがプレイステーション1とかねやってた時のこう燃え上がり方がこうヒュンってすぐ下がっちゃうような感じでもなんかね、いやでも面白いんですよ。面白いからもうちょっと頑張ろうかなと思いますけど、結局なんかねこう携帯のこうパズル系のゲームに行ってこうね満足してしまうっていうところがあったりとかですね、でそれも最近やらなくなってきたみたいな。ゲームが好きだって俺はどこに行ったんだね。一時期なんか俺 PSP 永遠持ってたもんね。 PSP のフォーミュラー1のゲームをもうとにかくやってないとダメだったの。もうレコーディング中でもうなんか聖徳太子のようにもうそれをやりながらちゃんと音聞いて、あこここうしたいですああしたいですみたいな、めっちゃふざけたことやってたなと思うなあの時はな。あとはねなんか最近見たこう海外系のこう映画で良かったっていうかね、まあ映画っていうかなんかもう最近は僕こう海外のドラマ系をいっぱい見てるわけなんですけど、もう最近見たのはルシファーとか、あとアローですね。それからあとなんだ今見てるのはフラッシュとか、まあ、そこら辺なんですけど、まあルシファーはね本当こうまあ要はそのねこう堕天使と呼ばれているんですね、その、まあ、ルシファーの話なんですけど、やたらこうなんていうかイケメンなんですよその人が。でこうそういう、まあ、外国人の方なんですけど、まあ、その人の仕草とかでそういうなんか男目線でこう色気があるなとかで、そういう部分をどこがどう思うんやろうっていうところをちょっともうちょっと自分を勉強せなあかんなと思いましたね。まあそれだけじゃないんですけどね。あとはこうアローはですねこうなんか子供の時の心をですねこう非常に燃え上がらせるようなですね、まあ、フピッみたいな、もうもろアローっていうねこれなんですけどね、もう面白すぎてもうシーズン全部見ちゃったみたいな。あるシーズン全部見ちゃった。で昔で言うとね24なんか俺もう全シーズン見ましたよ。ねプロデューサーになんかシーズン3の時になんかこうある1話をちょっとなんか20分ぐらい見せたらこうめっちゃハマってたのを思い出しますね。でもそれ以来見てないとか言ってね、もうふざけてんのかなみたいな、頭張ったぞみたいなねみたいなねいうとこもあり楽しみにとってんだよね、そういうとこもありながらですね。であとは今見てるのがもうフラッシュですね。もうフラッシュさんはですねもうとにかく速い、もう走らせたらマッハ2ぐらいいっちゃうみたいなね。こう僕速いの好きなんですよ。でこう何して僕には速いがキーワードなんですよ。生まれたのも予定日より1ヶ月早いで、歩き始めたのも早いで、運動会でも走るの早かったね、こう食べるのも早かった、こうああいう時も早いみたいなね。どういう時に早いんやとね、まあどうでもいいですけどね。はい、まあそんな感じでした